ケティです。こんにちは。今回の動画は福岡県豚骨育ちの私が自信を持っておすすめする東京で食べられる本場の味シリーズです。本日は豚骨ラーメン発祥の地久留米市に本店を構える大人気ラーメン店辰野屋さんに行ってみたいと思います。ところで久留米の皆さんは辰野屋新宿店をご存知でしょうか。もちろん広い駐車場の県内の怖がりもありません。ですが人気ラーメン店の激戦区新宿で今一番長い行列を作っているのがこちら辰野屋さんです。一人いっぱいですけどいいですか？そうだね。お後の2名様どうぞ。皆さん間カウンターの席にご利用ください。皆様入ります。オートバックス OK です。福岡では言わずと知れた名店ですが、名だたる有名店ひしめく新宿でこの大行列は正直驚きました。卓上にはラーメンだれ、胡椒、白ごま、紅生姜とからし高菜やもやしなどがあります。未開封の割り箸を使用して食べる分だけ取り皿に取れるので衛生的です。紅生姜がガリのような薄切りなのもいいですよね。高菜はあまり辛くないタイプでした。背脂の甘い、うまい、甘い。ちょっとね、いただこう。うまっ。麺は極細の低下水麺。久留米ラーメンには中太麺のお店が主流ですが、辰野屋さんは一風堂で修行されていたので、久留米ラーメンというよりは博多ラーメンより。久留米では替え玉がなかったり、麺の硬さも選べないお店が多いですが、辰野屋さんではどちらもできます。バラチャーシュー、油のところがとろっと溶けて最高です。辰野屋さんにはコク味と純味という2種類のスープがあります。コク味のスープは背脂と香味油が浮いていて、ニンニクと焦がし玉ねぎのかなりパンチある味わい、こってりしていて麺によく絡みます。中央の自家製辛味と溶かすと深みが増してうまい。うまい。ちょっともついたとここちらはなんと東京限定メニューのもつつけ麺。辰野屋さんではこの店舗限定メニューが楽しみなんです。これが大人気で半数ぐらいの方がこれを食べていました。豚骨スープに焦がし醤油だれの濃厚なつけ汁。麺はラーメンの麺と違って高水の太麺。濃厚なスープにも負けない力強いコシ。小麦の風味もしっかりと感じます。さらにこのもつ、表面をかぶってあるので香ばしくて絶品。もつがゴロゴロ入っていて食べ応えあります。もつもうまい。
麺の麺の量は小 200g、並 250g、大 300g まであります。つけ麺にはよく魚粉を使うところが多いですが、辰野屋さんのつけ麺は違います。真っ黒なつけ汁は焦がし醤油の色で、この焦がし醤油が後を引くんですよね。すいません。あとライス。ライスおかゆです。はい、おかゆ。おかゆ。はい。こちらにはつけ麺によくあるスープ割りもありません。その代わりにかゆ割りというのがあります。麺を食べ終えた後、スタッフの方に言うと一旦つけ汁を下げてかゆ割りを仕上げてくれるんですが、これが本当に美味しかったです。ああ、もう一番合う。替え玉。替え玉が来ました。小麦のいい香りがします。替え玉は肩で注文しています。ちょっと先に替え玉だけいただこう。いつもこれをやってしまうんですが、特に意味はございません。この麺は歯切れがよくもちっとしていて美味しいです。替え玉だとより一層麺の美味しさが伝わります。そして替え玉の醍醐味、高菜と紅生姜を入れて味変を楽しみます。高菜は少し紅生姜をたっぷり入れるのが好きです。ごまも忘れずに投入します。卓上に無料の辛もやしもありました。福岡ではこれが当たり前のようになっていますけど、これが全て無料というのはすごいことですよね。これがピリ辛シャキシャキでうまい。ラーメンに入れるのも忘れて食べてしまいました。こちらは純味。濃味に比べてあっさりかと思いましたが、濃厚な豚骨 100% のスープ。シンプルに本糖と水のみ。豚骨の旨味とコクがダイレクトに伝わります。なんかコク味の方は背脂がたくさんだけど、こっちはもう背脂なく、もう本当の豚骨ラーメン。純粋な豚骨味っていう意味なんだろうね、純味っていうのはね。久留米の本店でいただいたのが迷惑だったんですが、この味と思い出しました。今まで久留米まで行かなきゃ食べられないと諦めていたので、これからは行列に並ぶ覚悟でまたこれを食べに行きたいと思います。ちなみに一番空いてる時間帯は平日の午後4時頃だと思います。東京には板橋店もあるらしいので、いつか行ってみたいです。ところで皆さんご覧ください。美味しさの証です。白地の T シャツが焦がし醤油の水玉文様になってしまいました。お店には紙エプロンも用意してありますので、皆さんはご安心ください。最後までコク味だ。それでは皆さん、今回の東京で本場の味シリーズいかがだったでしょうか。これからも名店ばかり食べ尽くしていきますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。